こんにちは。今日はオリジナルの作り方でとても綺麗なカーディガンを作っていきます。少し変わった作り方です。まず背中の上の方から始めます。それをぐるぐると編んでいくと裾が斜めになります。とても綺麗なラインになります。こんな感じの斜めになります。でこれは2色で編んでいて、でこっちは少し違った作り方の着物カーディガン、こっちも着物カーディガンで、こっちも着物カーディガン、こっちはこれから作る方。今回は単色で編んでいくんですが、どれも綺麗な色なのでちょっと持ってきました。今回使う糸はこのだいぶ太めのモヘヤ調の糸。今回の編み方はサイズの変更が簡単です。で、サイズの変更の仕方を詳しく説明します。なのでお好きな糸で編んでみてください。で、その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。使うのはダイソーさんのメランジモヘヤ調、色はグリーン、35g で約60メートル、材質はアクリル、使用かぎ針の目安は8号で、この糸はだいぶ太めの糸になっています。太さは約4ミリに見えます。でこれを使って編んでいきます。針は8ミリ。あとマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。まず長方形を作ります。鎖を編んで往復編み。この長方形はこっちで見るとこの部分、肩甲骨のとこぐらい、ちょうどマスクのような形、長方形を作って両脇に鎖を編んで、この内側をぐるぐると編んでいくと袖になります。外側を編んでいくと身ごろになります。最初少しややこしいと思うんですが、とても楽しい編み方です。で、この幅について説明します。この幅は背中の幅。だいたい40センチとか45センチぐらいがいいかと思います。目安として少し考えてみました。S サイズで38センチ、M で42センチ、L で45、LL で50センチぐらい。で今回はこんな模様で編んでいきます。でこの模様はこの細編み6個でできています。この単位が大きいのでちょうど好みの長さにすることは難しいと思います。なのでこの長さは好みに近い長さ、だいたいで決めることになると思います。私は身長160センチの L サイズなので、だいたい45センチぐらいで始めようかと思っています。この模様の鎖の数は6の倍数プラス1にします。最初に編む鎖の数を6の倍数プラス1。これで編んでいきます。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま好きな長さまで、それを6の倍数プラス1に当てはめます。伸ばして測って約45センチ編んできました。切る時には
伸びた状態になるので伸ばして測ります。私の場合はこれで鎖37、6の倍数プラス1でちょうど好みの長さにならないんですが、大体で合わせます。で、私はこの鎖37、最後の鎖にマーカーをつけます。これが最後の鎖。これから編んでいく長方形の角になります。1段目は細編みを編んでいきます。で、細編みを編んでいくので、鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、このマーカーをつけたところ、ここに細編みをしていきます。で、私は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、次も細編み、これで端まで編んでいきます。一つに一つの細編み、端まで編んできました。ここでもう一度伸ばして測って、長すぎるようだったら途中で終わります。で、鎖を残して次の段、短いようでしたらもう一度鎖編みから始めます。大丈夫だったら次はこの部分、細編みから始めます。鎖1つ、裏返します。鎖の根元に細編み、鎖、足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目、長編みをします。1、2、3、鎖2つ、1、2、同じところに長編み、鎖1つ、足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に細編み、これで長編み2つの扇形、これを繰り返していきます。鎖1つ、足元1、2、3、鎖2つ、1、2、同じところに長編み、鎖1つ、足元1、2、3、ここは鎖1つ、ここは2つ、ここは1つ、鎖、1、
端まで編んできました。端の細編みに最後の細編み、これで2段目が終わりました。次は3段目。3段目はここを編んでいきます。鎖3つ、1、2、3、裏返します。3段目はこの三角に針を入れて玉編みをします。玉編みは絡めて三角の中、糸を出してこの2本から引き抜きます。同じものをもう一回、この2本から引き抜きます。これを一度に引き抜きます。これで玉編みができました。玉編みの次は鎖1つ、また玉編みをします。一度に引き抜いて玉編みができました。鎖1つ、玉編みと玉編みの間は鎖1つ、もう一回玉編みをします。これで玉編みが3つ、1、2、3、間には鎖1つで、玉編み3つできたらまた鎖1つで、また3つ玉編みの次は鎖1つで、また玉編み、鎖1つで、これで玉編み3つ、これを繰り返していきます。玉編みの次は鎖1つで、また3つ、玉編みの次は鎖で、また3つで、3つと端まで編んでいきます。端まで来ました。最後の玉編みの次には鎖は編みません。このまま最後の細編みに長編み、ここでは鎖を編んできたんですが、ここでは鎖はなし、
最初も鎖3つの後すぐ玉編み。ここでは鎖なし。間には鎖1つずつ。次はこの四角、鎖4つ、1、2、3、4、裏返します。足元1つ飛ばして長編み、四角を作ります。足元の1つ飛ばして2つ目、2つ目は玉編みと玉編みの間、ここに長編み、これで四角ができました。次も四角を作ります。鎖1つと足元1つ飛ばして2つ目はこのスリット、これで四角。次も同じ鎖1つと足元1つ飛ばして2つ目、次も同じ四角を作っていきます。これで端まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。四角を編んで端まで来ました。最後も四角を作ります。鎖1つ、最後の長編みは下の鎖の下から3つ目、長編み、これで四角ができました。次はこの細編み、ここを繰り返していきます。で、次は細編み、最初と少し針を入れるところが違うので少しやっていきます。鎖1つ、裏返します。鎖の根元に細編み、これで細編み。次はこの鎖に細編み、上が2本になっています。次は長編みの上、次は鎖、一つに一つの細編みをしていきます。これで端まで編んでいきます。細編みで端まできました。最後の四角にも細編みをします。この鎖は下の鎖の下から4つ目、4、ここに細編み、次はここは下から3つ目、3、3つ目にも細編み、これで端まで細編みができました。次はこれを繰り返していきます。細編みの次はこの部分を編んでいきます。鎖1つ、裏返して根元に細編み、
鎖123、鎖2つ、足元123、これで端まで編んでいきます。ここと全く同じです。次はこの部分、これを繰り返していきます。これでしばらく編んでいきます。8段編んできました。長さは伸ばして測って約18センチ。最後は四角で終わっています。まだ糸は切っていません。この長さの決め方は20センチよりも短いぐらい。最後は四角で、この段数が多いのでなかなか条件通りにはならないんですが、大体に近づけて長さを決めます。長方形が出来上がったら、次はこれに鎖を編んでいきます。さっき見たようにこの部分、この鎖の数を決めるためにこの一周の鎖の数を決めていきます。一周の鎖の数を決めるために、ここからいくつ糸を出して細編みができるかを考えます。で、実際に数えてみます。ここは長編み1つの代わりの鎖3つ、長編みの代わりからは細編み2つ、この長編みからも2つ、細編みからは1つ、ここも1つ、また2つ。実際に数えてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。この端の最初に編んだ鎖にも細編みをします。なのでこれで13。ここから鎖を編んで、この一周を6の倍数にします。袖も模様を合わせて編んでいくので6の倍数にします。で、最初に編んだこの長さは私は37で約45センチ。私はこの鎖を一周で36にしようと思っています。36でこの部分は13なので 36-13、23、鎖を23編むことになります。とりあえず鎖を編んでみて、で腕を通してみて広すぎないか狭すぎないかチェックしてみようと思います。でまずこの糸の出ているところ、この糸を使って鎖を編んでいきます。で私は鎖を23、1、2、3、4、5と数えていきます。鎖を23編んできました。ねじれていないか確かめてから端の細編み、引き抜いてつなげます。これでつながりました。鎖1つ編むようにして糸を切ります。これが袖縫いになるので、
一回腕を通してみます。狭いようだったら鎖を長くします。もう片方も同じ。角で鎖23、さっきと同じ数だけ編んでいきます。同じ数だけ編んできました。またねじれていないか確認してから鎖の下から3つ目引き抜きます。鎖1つ編むようにして糸を切ります。これでつながりました。だいぶ編んでから気がついたんですが、この長方形の表と裏を決めるとき、この細編みと長編みと細編みと長編み、ここが表の方が表で、こっちは裏。表を上にして身ごろを編んでいきます。その時私が逆に紹介していて、裏面を上にして紹介していました。映像は逆になっていて、言葉の方が合っています。なので表を上にして身ごろを始めます。ここが表、細編みと長編みを見て表の方、ここを上にしてここから編んでいきます。マーカーをつけます。で、この玉編み3つと3つの間、この長編みの上で、これは糸の太さによってだいぶ位置は違ってくるんですが、その時も長編み3つと3つの間にします。で、今回私はちょっと間隔が広めになってしまっていて、これで約10伸ばして測って15センチぐらい、もっと狭くても大丈夫です。狭めの方が安定感があると思います。で、表を上にして身ごろを編んでいきます。マーカーのこの左側のマーカーのところからこんな感じで編んでいきます。新しい糸、編みやすいように結び目を作って、でマーカーのところはこの長編みの上、糸を引き出して鎖1つ、細編みをしていきます。根元に細編み、糸端は編みくるんでいきます。次は鎖、今までと同じように四角の上に細編み、でこのままこの角のところまで編んでいきます。長方形の角まで来ました。端の長編みに細編み、次からは鎖、この鎖の上が2本、下は1本、この位置に針を入れて細編みをしていきます。次も
このまま一つに一つの細編み、ここまで編んでいって角の手前まで細編みをしていきます。鎖の上に細編みを編んできました。ここが最後の鎖、ここではなくてこれが最後の鎖、細編みをします。次からまたこの長編みの上に一つ、鎖に一つと編んでいきます。長編みに一つで、こうマーカーのところまで編んでいきます。マーカーのところまで細編みをしてきました。次はこの部分を編んでいきます。鎖一つ、裏返します。鎖の根元に細編み、鎖一つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、鎖2つ、1、2、同じところに長編みで鎖1つ、足元2つ飛ばして3つ目、ここと同じです。同じラインにできています。これからも同じ、ここにも扇形と編んで一周します。ぐるっと編んで端の細編みまで来ました。次はこの玉編み、はじめにしたように鎖3つで玉編みを編んでいきます。鎖3つ、裏返します。で、下の三角に玉編み、今までと全く同じです。玉編みの次は鎖1つで、あと2つ、全部で3つにします。これを繰り返してくるっとここまで編んでいきます。で、またここでストップしたら次は四角、こんな感じで編んでいきます。これを続けていると身ごろになっていきます。このまましばらく続けていきます。まだ身ごろを編んでいる途中なんですが、ここで一旦袖を説明します。模様の向きを見ると、ここが肩のライン、ここは脇の下、ここぐらいから始めていきます。今表が上になっています。次は裏返して始めます。この部分を編んでいくので、また裏から編んでいきます。これで裏が上になっています。ここが脇の下の角、ここから始めます。で、ここの探し方は隣の扇形を見て、この真ん中の細編み、ここの隣から数えて2つ飛ばして3つ目、2つ飛ばして3つ目から始めます。で、糸を引き出して鎖1つ、細編みをします。で、ここと
逆さまになるように編んでいきます。鎖1つ、足元2つ飛ばして3つ目、同じ模様を編んでいきます。これで逆さまの模様ができました。これをぐるっと繰り返して一周します。ここまで編んでいきます。肩のラインの角まで来ました。また足元2つ飛ばします。1、2、ここに細編み。これは長方形を作った時の角。1、2、3、細編み。で、次はこの長方形を作った時の短い辺。これはここからいくつ糸を出して細編みができるかを考えた時のことを思い出します。この長編みには細編み2つ、ここに1つ2つで、ここにも2つ、ここで2つ飛ばして3つ目に長編み、鎖1つ編んでから1、2、3、細編みがあるように想像して、でちょうどいい場所に編んでいきます。多少ずれてても大丈夫です。バランスよくあったら大丈夫です。ここに細編みが1つ2つ、足元2つ飛ばして3つ目、細編みで、もう一つ鎖1つと足元1、2、3、最初の細編みに引き抜きます。これが袖の1周目。多少ずれてても大丈夫です。で、次はまた裏返して、で今度は外側から編んでいきます。で、今この模様は表になっています。表の状態で編んでいきます。で、次はこの玉編み、鎖3つ、1、2、3で、この下の三角に玉編み、これで玉編み3つ、鎖1つで、また下の三角に玉編み、これでぐるっと1周します。
この模様が表と裏が揃えば大丈夫です。最初の長方形の表の方を表でずれないようにします。で一周します。玉編みを編んできました。最初の鎖の下から3つ目、1、2、3。この時鎖1つは編まないでこのまま引き抜きます。次は四角、また裏返して袖の内側から編んでいきます。鎖4つ、1、2、3、4。足元1つ飛ばして2つ目はこのスリット、四角を作ります。また四角、次も四角、これで一周します。四角を編んできました。最後も四角、鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3。引き抜いて、これが最後の四角、鎖1つで裏返して、今度は細編み、根元に細編み、また鎖、長編み、今までと同じです。これで一周します。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次は扇形、鎖1つで裏返して細編み、さっきと同じように編んでいきます。これからはずっと同じです。好みの長さになるまで繰り返していきます。これを繰り返していきます。袖を50センチ編んできました。玉編みの数を数えていくと、1、2、3、4、5、6、7。私は玉編みで終わっています。で、好みの長さによってはこの細編みで終わっているかと思います。その場合はこの細編みでストップします。私は玉編みで終わっているので、この上に細編みを編んで終わりにします。で、好みの長さに調節するためにこの細編みを2段や3段にしても大丈夫です。私はあと細編みを1段。今この玉編みは表になっています。次の細編みも表にします。なので外側から編んでいくことになります。鎖1つ、根元に細編み、で細編みを編んだら次のスリット、ここではなくてすぐスリット、次はこの真ん中の玉編みの上、鎖3つ、1、2、3。で次のスリット、でまた細編み。これで細編み
2つ、鎖3つ、細編み2つ、こんな感じで編んでいきます。ここが細編み、次はスリット、次は鎖3つ、1、2、3でスリット、このまま次の鎖、ちょっとこの真ん中が開いた形になります。可愛くなっています。でまた細編み、これで一周します。一周編んできました。これが最後の細編み。最初の細編みにとじ針でつなぎます。少し長めに糸を切って最後の細編みから糸を抜きます。でこれが最初の細編み。最初の細編みに手前から針を入れます。でこれが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。で下のこの部分も通って後ろに出します。でこれは小さくして、あとは裏で何回か行ったり来たりしてしっかりと留めます。これで袖が終わります。身ごろを編み始めてから約70センチ編んできました。ここが裾。最後は玉編み3つ。糸は切らずに置いています。この玉編み3つを数えていくと9個。私がこれを着てみるとお尻が隠れるぐらい。もっと長くしても大丈夫です。この状態はこんな感じ。今ここから糸が出ています。ここからスタートして首のところでまた前に戻って裾、こんな感じで一周します。今糸が出ているところから続けます。でまず鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目の細編み。同じところにもう1つ、これで1つに2つ。次からこの長編みに2つ、細編みに1つ、
1つ、また2つ、2つ、1つ、1つと編んでいきます。まずこの長編みの隣、次は細編み、次も細編み、次は長編み、細編み2つ、また長編み、細編み、でこれで首のところまでここまで編んでいきます。裾から細編みをしてきました。今この首の角のところ、ここではこの角を少しなだらかな形にします。こことここを2つを1つにしてなだらかな形にします。で、長方形の端はこの四角、身ごろの始めはこの細編み、こことここを2つを1つにします。でまずこの細編み、角になっているところ、ここに細編みの途中、次は四角の真ん中、ここに鎖があるので、ここに細編みの途中、糸を引き出して針に糸が3本、これを一度に引き抜きます。これで少し狭くなってなだらかな形になりました。次からは一つずつ、長編みの上に一つ、鎖に一つ、長編みに一つ、一つずつ編んでいって、次の角まで長編み、鎖、長編み、これで角まで編んでいきます。ここから細編みをしてきました。次はこの部分、この角になっているところ、ここは四角、ここは細編み、こことここを一つにします。この四角の上の鎖、糸を引き出して細編みの途中、次は細編み、細編みの途中、これを一度に引き抜いて数が減りました。で、次からさっきと同じ細編みに一つ、今ここに細編みをしたので、次はここ、次はこの長編み、でまたここで、細編みには一つずつ、これで裾まで編んでいきます。首のところから編んで裾まで来ました。今この位置、これが最後の玉編み、最後の玉編みの横に細編み2つ、1、
最後はこの鎖、ここには鎖3つあって、下から3つ目、分かりにくかったらちょっと戻ってみて、で1、2、3、ここに細編み2つ、ここに2つ編んで、鎖に2つ、1、2、これで角ができました。ここから裾になります。まずこの玉編みを飛ばしてスリット、ここを飛ばしてスリット、細編み、鎖3つ、1、2、3でスリット、袖の時と同じです。でこの玉編みの間、細編み、これを繰り返します。玉編みを飛んでスリット、鎖3つ、1、2、3でスリット、これをずっと繰り返していきます。1、2、3、これで裾の端まで編んでいきます。でここまで裾を編んでスタート地点まで来ました。これが最初の細編み。今鎖3つでスリットに細編み、次は最初の細編みに引き抜きます。これで縁の1周目が終わりました。次はここからここだけ編んでいきます。裾を編まないで、ここからここまで普通の細編みをしていきます。で今糸が出ているところ、この隣に引き抜きます。このまま隣に針を入れます。で糸を出してかぶせて、これで糸が一つ移動しました。ここから細編みをしていきます。まず鎖1つ、根元に細編み、次も1つずつ、全部1つに1つずつ細編みをしていきます。ずっと編んで、この首の部分、ここでも全部1つに1つずつ、数を減らさないで全部1つに1つずつ、この次の裾の角まで編んでいきます。全部1つに1つで、ここまで裾の角の手前まで来ました。次はこの鎖に細編み2つ編んだところ、この2つの右側、ここに最後の細編み、ここに2つあるので、こっち側に最後の細編みで、ここで終わりにします。鎖1つを編むようにして糸を切ります。
これを隠します。こんな形になりました。これで出来上がりました。縁編みもとても綺麗に出来上がりました。この状態よりも着た時の方がとても可愛いシルエットになっています。袖はこんな感じ。サイズは分かりました。上から下まで85、横幅56、斜めのラインは70センチ、袖は50の17センチ、重さは430グラム。玉の数でいうと13玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。